ガンダムシリーズは数十年の歴史を持っているため、担当声優が奇跡に入ってしまうなど、やむを得ない理由で声優が変更になることがあります。他にも、かつてゲームやラジオドラマで起用されていた声優が、時間が経過して行われたアニメ化の際に変更となるケースもありました。最近では、先行のハサウェイが劇場アニメ化された際に、ハサウェイ役が逆襲のシャアから務めていた佐々木希さんから小野賢章さんに変更されたのは記憶に新しいのではないでしょうか。今回はそんなガンダムの声優変更事情13選を見ていきたいと思います。セイラマス。セイラは機動戦士ガンダムの作中でホワイトベースのオペレーターや G ファイターのパイロットなどを務めていました。芯のあるしたたかな人物であると同時に、人のやる気を引き出すのがうまく、アムロをはじめパイロットを言葉巧みにその気にさせる姿から回からおだてのセイラさんとも揶揄されています。そんなセイラの初代声優は井上陽さんでした。アニメ機動戦士ガンダムや機動戦士ガンダムダブルゼータをはじめ、劇場版機動戦士ガンダム3巡り合い空編、2004年発売の機動戦士ガンダム戦士たちの奇跡まで務めていました。しかし2001年頃に癌が発見され闘病生活を続けていましたが、2003年2月28日には肺水腫で亡くなられています。そのため2006年公開の劇場版機動戦士ゼータガンダム3 A New Translation 星の鼓動は愛以降は、以前の井上さんの音声を利用したライブラリ出演が行われていました。なお機動戦士ゼータガンダムでの際は都合がつかず、セイラは37話でちらっと登場しているものの、井上陽さんは出演していないので声がありません。その後2011年発売の新未練の野望や2012年リリースのガンダムオンラインまで生前の井上さんの声を利用する形で出演していました。そして2015年から公開された OVA 機動戦士ガンダムジオリジンからは、新たにハン・メグミさんがセイラマスの声優として起用されています。それでも男ですか、軟弱者。気をつけて、なんだか嫌な予感がするわ。ブライト・ノア。ブライトは一年戦争ではホワイトベースの艦長を務め、その後もアーガマやラーカイラムなど名だたる戦艦の指揮を執り、宇宙世紀の戦場を渡り歩いてきました。またアムロをはじめ多くの主人公と関わりを持ち、時に若きニュータイプを導く大人として活躍しています。そんなブライトの初代声優は鈴沖弘隆さんでした。鈴沖さんは機動戦士ガンダムから機動戦士ゼータガンダム、逆襲のシャアなどアニメ作品はもちろん、機動戦士ガンダム、巡り合い空など数々のゲーム作品でブライトを演じています。なお、ガンダムの前に放映された富野監督作無敵後人大ターン3で主人公波乱万丈を演じ、実力を認められたからか、ブライト役にはオーディションなしで決まったようです。こうして実に25年以上にわたってブライトを演じていましたが、2006年8月6日に56歳の若さでこの世を去りました。その後、鈴沖さんが亡くなられて以降も、ガンダム無双やアナザーセンチュリーエピソードなど、数年にわたって生前のボイスを使用したライブラリ出演が行われていましたが、2011年公開の機動戦士ガンダムユニコーンエピソード4以降は、成田健さんがブライト役として起用されました。鈴沖さんをリスペクトした演技から、ファンにも違和感なく受け入れられ、声優変更の成功例として広く知られています。殴ってなぜ悪いか。バカモン、何をやってる。スレッガーロー。スレッガーはホワイトベースがジャブローに寄港した際に配属された補充要員で、主に G ファイターのパイロットを務めています。お調子者で女好きという印象の言動が目立ちますが、実際は人情に厚く男気に満ちた人物で、アムロをはじめ多くの乗組員に慕われていました。そんなスレッガーの初代声優は源田鉄章さんで、アニメ機動戦士ガンダムではスレッガーを務めておられました。しかしアニメ放送終了から1年後から公開された劇場版機動戦士ガンダムでは、スレッガー役は井上真紀夫さんになり、源田さんはドズル役になりました。ただ声優が変更された理由は明かされていません。こうして劇場版以降はスレッガー役は長らく井上さんが務めていましたが、2019年11月29日に亡くなられました。そのため
2021年からサービス開始された機動戦士ガンダム UC エンゲージや2022年に公開された劇場版機動戦士ガンダムククルス・ドアンの島では池添智文さんがスレッガー役を演じておられます。悲しいけどこれ戦争なのよね。スレッガー老中だ。今日付けでこっちに転属になった。よっどうもはしごしちゃって。ララースン。ララーはシャアによって見出されたニュータイプの少女で、作中ではモビルアーマーエルメスに登場しビットを利用した攻撃で連邦軍を苦しめました。アムロとは戦いの中で意識を共鳴させ、人と人とが分かり合える可能性を示すも、戦いの最中ガンダムの攻撃からシャアをかばって戦死してしまいました。そして彼女の死が以後シャアとアムロの心に消えない傷を残すことになります。そんなララーの初代声優はハン・ケイコさんです。2代目セイラ役のハン・メグミさんの実母の方で、機動戦士ガンダムから2014年公開の機動戦士ガンダムユニコーンまで長きにわたってアニメシリーズでララーの声を務めていました。またゲーム作品でもバーサスシリーズやガンダムオンラインなど様々な作品でララーを演じています。しかし2015年に公開されたジオリジンではガンダムエイジでユリン・ルシェル役を務めた早見沙織さんがララー役を務めていました。早見さんがララーを演じて以降もゲームバーサスシリーズではハンさんの声が採用されていますが、最新の UC エンゲージでは早見さんが担当されているので、もしかしたらゲームはライブラリ出演で今後は早見さんが担当されるのかもしれません。なおガンダムさんではハンさんの実情であるハン・メグミさんがララー役を務めていました。アムロ、時が見える。近づかないでください。私に話しかけるとひどい目に遭うのよ。赤く塗ったからって出力が3倍になるわけじゃないし。シャア・アズナブル。シャアは言わずと知れたアムロ・レイの宿命のライバルで、赤い彗星の異名で知られるエースパイロットです。またジオン共和国創始者であるジオンズム大君の維持でもあります。ミステリアスでつかみどころのなさと高いカリスマ性を有していて、シャアは生涯この特性と自身の血筋に振り回され続けることになりました。そんなシャアの声優は初代機動戦士ガンダムから池田秀一さんが務めておられます。機動戦士ゼータガンダムや逆襲のシャアなどシャアの登場する作品はもちろん、ガンダムユニコーンに登場したシャアの再来と呼ばれるフルフロンタルも池田さんが演じてきました。アムロ役の古谷徹さんと同じく初代から変わらず演じ続ける声優の一人です。そんなシャアの声優は2017年に公開されたガンダムビルドファイターズバトローグ1話に登場した AI シャア・アズナブルだけ関俊彦さんが演じておられました。ただその後の UC エンゲージも含めて2024年現在も変わらず池田さんがシャアの声を担当されているので、なぜバトローグだけ関さんだったのか理由は不明です。ちなみにガンダムさんでは小西克幸さんが担当されているのですが、こちらのシャアは原作とかけ離れたキャラクター性だからか池田さんじゃなくてよかったという意見も見受けられます。見えるぞ。私にも敵が見える。やはりガンダムは化け物だな。よーしお前ら、整備が終わったら赤く塗っておけよ。フォウ村雨。フォウは機動戦士ゼータガンダムに登場するキャラクターで、村雨研究所で強化された強化人間です。香港シティでカミーユリ団と運命的な出会いを果たし心を通わせ合いますが、キリマンジャロ基地の戦闘でカミーユをかばって戦死し、カミーユの心に深い傷を残すことになりました。そんなフォウの初代声優は島津紗栄子さんです。アニメ機動戦士ゼータガンダムやゲーム作品では2006年発売の SD ガンダム G ジェネレーションポータブルまでフォウの声優を務めていました。しかし劇場版機動戦士ゼータガンダムで20名以上のキャラの声優の一新が行われた際に、フォウの声優も島津さんからゆかなさんへと変更されています。なおフォウの声優が変更された理由に関しては、島津さんのファンサイトでは音響監督が島津さんと連絡が取れなかったことや声優業を引退しているという誤解があったことから劇場版のオーディションに呼ばれなかったという説明がされています。また同サイト内で富野監督からはフォウはオリジナルキャストから変えるつもりはなかったという旨の話を受けたとされていました。しかし
機動戦士ゼータガンダム2恋人たちのホームページに掲載されたインタビューで、富野監督は、フォー村雨のようなゲスト的なキャラクターに関して言えば、新人を起用するという考え方は初期段階からありましたと回答しているなど、両者の発言に食い違いが見られるため、真偽は不明のままとなっています。私はフォー村雨。私はフォー村雨。樹洞は明日。樹洞は機動戦士ガンダムダブルゼータの主人公で、スペースコロニーシャングリラでジャンク屋を営んでいた少年です。ひょんなことからシャングリラに寄港したアーガマに乗り込むことになり、以降ゼータガンダムやダブルゼータガンダムのパイロットとしてハマーン率いるネオジオンと戦っていきました。そんな樹洞役はアニメ機動戦士ガンダムダブルゼータから長きにわたって八尾和樹さんが務めています。また SD ガンダム G ジェネレーションなどでは樹洞と同一人物と思われる木星 G さんことグレイストークも八尾さんが演じていました。2021年にリリースされた機動戦士ガンダム UC エンゲージでも八尾さんが樹洞役を務めていましたが、2024年に公開されたクロスオーバー UC エンゲージアクシズ編では機動戦士ガンダム水星の魔女のオジェロギャベル役で知られるケンさんが代役として樹洞を演じていました。この時の声優交代の理由は八尾さんの都合がつかなかったとされていますが、同じく八尾さんが演じるワンピースのフランキーの声優も交代することが発表されているため、今後ケン氏が2代目樹洞を演じていくことになる可能性は高いのではないでしょうか。みんなの力がガンダムに。こっちはガンダムが3機揃ってるんだ。何が来ても負けないさ。チェーン・アニ。チェーンは機動戦士ガンダム逆襲のシャアに登場するキャラクターで、バーカイラムのメカニックマンを務めています。アムロとはメカニックマンとしてだけでなく、恋人としても関係を発展させていき、攻守にわたってアムロをサポートします。最終決戦でアムロにサイクフレームを届けるために出撃。アルパージールの撃破に成功しますが、直後に激高したハサウェイに機体を撃ち抜かれ死亡しました。そんなチェーン役は初登場となった逆襲のシャア以降、弥生美月さんが務めていました。その後アナザーセンチュリーエピソードや SD ガンダム G ジェネレーションなど様々な作品でチェーンを演じています。しかし2006年に弥生さんが声優俳優業から引退したことで、2006年以降に発売された G ジェネレーションシリーズから機動戦士ガンダムシードデスティニーなどでメイリンホーク役を演じた織笠富子さんが務めています。サイコフレームが多い方がアムロに有利なんです。このサイコフレームが少しでもアムロの力になってくれれば。シーブックアノー。シーブックは機動戦士ガンダム F91 の主人公です。スペースコロニーフロンティア4に住むただの学生でしたが、クロスボーンヴァンガードの襲撃の際に F91 に登場したことで、コスモダビロニア建国を狙うブッホコンツェルンと戦っていくことになります。後にベラロナと共に宇宙海賊クロスボーンヴァンガードを立ち上げ、その中心人物として木星帝国との戦いに身を投じていきました。そんなシーブックの初代声優は機動戦士ガンダム0080ポケットの中の戦争でバーナード・ワイズマンを務めた辻谷浩二さんです。アニメ機動戦士ガンダム F91 から様々なゲーム作品でシーブックを演じていました。またクロスボーンガンダムシリーズに登場した身分を偽ったシーブックであるキンケドゥーナウも辻谷さんが演じています。初登場から長きにわたって辻谷さんがシーブックを演じていましたが、2018年10月17日に脳梗塞によって亡くなられます。その後数年の間はゲーム作品で過去の収録音声が使われていました。しかし UC エンゲージで2024年7月から公開されているクロスオーバー UC エンゲージエンジェルハイロー編からは、ビルドファイターズの名人川口や G のレコンギスタのマスク役などで知られる佐藤拓也さんが2代目シーブック役を務めておられます。シーブックガンダム F91 出ます。運命なんてものが本当にあるのかわからないけど、俺たちはここにいる。ザビーネ・シャル。ザビーネも機動戦士ガンダム F91 に登場するキャラクターです。クロスボーンヴァンガードにおけるエース部隊ブラックヴァンガードの指揮官で、冷静沈着な非常に軍人らしい人物となっています。一方で騎士道精神も持ち合わせているため、バグのような無差別攻撃を行う兵器を良しとせず、後にコスモバビロニアを離反する理由となりました。
そんなザビーネの初代声優は柳田清之さんです。機動戦士ガンダム F91 からゲーム G ジェネレーションシリーズなど様々なゲーム作品でザビーネを演じていました。特にクロスボーンガンダムで木星帝国に寝返り過酷な拷問を受けて精神崩壊した後のザビーネがここまで知名度を獲得したのは柳田さんの演技力あってこそではないでしょうか。そして2021年にリリースされた UC エンゲージでも柳田さんがザビーネを演じていましたが、2022年11月14日に急逝されました。そのためゲームアーセナルベースや UC エンゲージの2024年8月以降からはビルドダイバーズの九条京也役で知られる笠間淳さんがザビーネを演じています。お前は死んだんだぞ。ダメじゃないか。死んだ奴が出てきちゃう。コスモバビロニア復活の礎となれ。クロノクルアシャー。クロノクルは機動戦士ビクトリーガンダムの登場人物です。ザンスカール帝国の将校で作中では主人公ウッソエビンの宿敵として立ちふさがりました。紳士的な性格をしており、序盤は身を挺して子供をかばう姿も見られます。しかし戦争が激化していく終盤では耐圧機兵器で地球上のあらゆるものを踏み潰す地球上化作戦の指揮を執るなど指揮官としての冷酷さも持ち合わせるようになっていきました。そんなクロノクルの初代声優は檀智之さんで、アニメ機動戦士ビクトリーガンダムからゲーム G ジェネレーションシリーズなどで長きにわたって演じていました。しかし2013年10月に亡くなられており、約10年近くダンさんの収録音声が使用されていました。そして UC エンゲージでも2023年まではライブラリ出演という形でダンさんの声が使用されていましたが、2024年に公開されたエンジェルハイロー編では鉄血のオルフェンズの秋広アルトランド役で知られる匠康明さんが2代目クロノクルを務めています。しかしリガミリティアどもは無知この上ない。リグコンティオ用意はできているんだろうな。ニコル・アマルフィ。ニコルは機動戦士ガンダムシードの登場人物です。クルーゼ隊のメンバーでブリッツのパイロットを務めています。平和主義者ながら戦わなければいけないという責任感からザフトへ志願した真の強い少年ですが、アスランを守ろうとしてストライクに撃たれました。ニコルの最後のシーンがやたら流されることで有名で、シードでは14回、続編のデスティニーでは18回、劇場版では2回と合計34回も流されており、ネットでは親の顔よりも見たシーンと言われることもあります。そんなニコルの初代声優はナミさんです。アニメ機動戦士ガンダムシードや G ジェネレーションでニコルを演じています。しかし渡米で声優を一時休業したため、ニコル役は別の方へ引き継がれることになりました。こうして2004年から展開された機動戦士ガンダムシードスペシャルエディションからはターン A ガンダムのロランセアック役で知られるバクロミさんが2代目ニコルを演じています。なおマミさんが声優業に復帰した後、ニコル役の再登板はしていませんが、続編であるシードデスティニーや HD リマスター版で流される死亡バンクではマミさんの声が使われていました。僕の期待、あのブリッツならうまくやれるかもしれません。僕の期待、あのブリッツならうまくやれるかもしれません。カガリエラ・アスハ。カガリはガンダムシードシリーズの登場人物で、主人公であるキラ・ヤマトとは兄弟の関係にあります。明瞭快活なさっぱりとした性格で、思い悩みがちなキラやアスランを引っ張る存在として描かれていました。シードデスティニーでは父の後を継ぎオーグレンゴウ司教国代表出張になるも、当初は国家元首としては脆すぎる一面も見られました。しかし劇場版シードフリーダムでは断固たる姿勢で争いの絶えない国家情勢に立ち向かう姿を見せています。そんなカガリはシードの頃から新藤直美さんが演じていました。続編となるシードデスティニーはもちろんバーサスシリーズや2022年リリースアーセナルベースなど様々なゲーム作品を通して実に20年にわたってカガリを演じています。しかし2024年に公開された劇場版機動戦士ガンダムシードフリーダムからは森七子さんが2代目カガリとして起用されました。なお新藤さんは現在も声優を務めておられますが、公式からは声優変更の理由について弊社及び関係各位で話し合いを重ねました結果としか語られていません。
20年越しの続編にもかかわらず、多くの声優が続投となったため、かなりの声優変更に関しては、多くのファンから、ひときわ大きい困惑の声が上がっていました。前日担となるシードフリーダムゼロでも、森さんが担当されることになるかもしれません。欧部連合首長国代表首長、カガリユラ・アスハです。何の話だ。回答までの時間はまだあるはずだぞ。ということで以上、声優が変更になったキャラ13選でした。担当声優が奇跡に入ったり、都合がつかないなど、やむを得ない事情で変更となっているキャラが多く見られました。声優の変更には賛否両論あると思いますが、どのキャラも引き継いだ方々の前任者へのリスペクトを込めた演技によって、以前までのイメージを保ったまま、新しい魅力を引き出すことに成功しているのではないでしょうか。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。